1ヶ月分の予定や習慣を見開き1ページで管理できるガントチャート手帳を購入しました。こんにちは、みすずです。今回はラコニックのスタイルノートガントチャートをご紹介します。私はこの手帳をポイ活アプリなど毎日確認する細かな作業の記録に使っています。手帳の基本的な仕様から私の使い方、健康管理の記入例、ペンやスタンプの裏抜けまでご紹介します。手帳の仕様をざっくりご説明します。サイズは英語。中央をホチキスで閉じた薄い冊子タイプの手帳です。表紙も中の紙もかなり薄く、全体的にペラペラしているので少し扱いづらくも感じます。ただ、価格は300円台。気軽に試せるガントチャート手帳としてはこのぐらいでも妥当かなと思います。中は見開き1ページが1ヶ月分。横軸には1日から31日までの日付が並び、下に曜日を書く欄もあります。縦軸には22項目を書き込めます。それぞれの欄の中央には細い線が入っているため、実際には44項目分のチェック欄として使えます。1段の高さは一般的なラインマーカーの幅と同じ約4ミリ。予定のある期間をラインマーカーで塗ったり、内容によって色分けしたりしやすい作りです。私の使い方。私は1日に使うポイ活アプリの数が多いため、1ページをさらに3つに分けて使っています。44項目を3つに分けることで1ページで最大132項目までチェックできます。一つ一つの欄はとても小さくなりますが、終わった項目に印をつけるだけなので今のところ問題なく使えています。タスク名は手帳へ直接書かず、別の紙に一覧を作ってマスキングテープで貼っています。ガントチャートは月の後半になるほど左側のタスク名と記入する日付が離れてしまってちょっと書きにくくなりませんか？項目数が多いと今見ている欄がどのタスクだったのか途中で分かりにくくなることもあります。そこでマスキングテープを剥がしてタスク名の一覧を今日の日付の近くまで移動させます。これならタスク名とチェック欄を近くに分けるので月の後半になっても確認しやすくなります。タスク名を直接書き込んでないため、並び順を変えたり、翌月も同じ一覧を使ったりできるところも便利です。最初のページにはこの手帳の基本的な使い方も掲載されています。ガントチャートを初めて使う方はこちらを見ながら予定や習慣を書き込めます。裏抜けチェック。端末には 5mm 方眼のメモページが12ページついています。こちらのページを使って手持ちのペンやスタンプの裏抜けも確認してみました。ゲルインキボールペンなど普段よく使う筆記具の多くは問題なく使えました。万年筆は書くのの EF と無印良品を試しています。書くのは裏抜けしましたが、無印良品の万年筆は裏抜けしませんでした。マイルドライナーはインク溜まりの部分が少し裏抜けが見られます。クリーンカラードットとセリアのカラードットマーカーも濃い色は裏抜けしやすいようです。スタンプはフリクションスタンプと緑の回転印は問題ありませんでした。緑の浸透印は裏抜けしました。使うペンやインクによって結果は変わると思いますが、インクの量の多い筆記具やスタンプを使う場合は、目立たない場所で一度試した方が安心です。薄くて少し扱いづらいところはありますが、記入欄がシンプル。自分に合わせて使い方を変えられるところが気に入っています。その他の使い方もご紹介します。私はポイ活アプリの管理に使うため記入欄を細かく分けていますが、中央の線で分けずに使えば1ヶ月に22項目を管理できます。実際にサンプルページを作成してみました。運動などのハビットトラッカーや家事や勉強の記録、仕事や SNS の進行管理などを使い道はいろいろありそうです。価格は300円台なのでガントチャートを初めて使う方や気軽に新しい管理方法を試してみたい方に取り入れやすい手帳かなと思いました。今回は私が最近愛用しているラコニックのスタイルノートガントチャートをご紹介しました。最後までご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルでは暮らしを整えるをテーマに手帳やノートの使い方とお砂糖みりんを使わない優しいレシピ動画を投稿しています。チャンネル登録と高評価をしていただけると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。みすずでした。